こんにちは。リーダーシップマネジメントの森、第2回放送へようこそ。前回は、リーダーとしての覚悟や、心構えを中心にお届けしました。今回はその続編として、さらに実践的な、チームビルディング、人材育成、自己成長に焦点を当て、古今の名将、賢人たちの知恵を深く釣りしていきます。前回の放送後、部下との接し方に迷いがなくなった。自分の弱みばかり気にしていたが、強みに目を向ける勇気が出た。といった反響をいただきました。今回の第2回では、組織を率いるあなたが、具体的にどう動き、どう語り、どう育てればよいのか。そのヒントとなる言葉を、佐藤一斎、野村克也、落合博満、稲盛和夫、松下幸之助、ドラッカー、そして禅の教えから、新たに厳選してお届けします。それでは、管理職のあなたに送る、人を育て、組織を勝たせるための特別講義スタートです。タイトル、リーダーシップの進化、器を広げ、人を生かす達人たちの教え。皆さん、こんにちは。ビジネスの最前線で戦うリーダーのための、マネジメント特別プログラム、第2回をお送りします。管理職として日々過ごしていると、部下がなかなか育たない。自分よりも優秀な部下をどう扱えばいいかわからない。厳しいことを言わなければならないが、どう伝えればいいか悩む。そんな壁にぶつかることはありませんか？今日は、そんな悩みを打破するための知恵を、歴史上の偉人や名経営者たちの言葉から紐解いていきます。彼らが残した言葉は、単なる精神論ではありません。人間の本質を突き、組織の力学を熟知した上での、極めて実践的な処方箋なのです。まずは前回に引き続き、幕末の志士たちを育てた教育者、佐藤一斎の原始四録と住職心得過剰から、リーダーとしての気の広げ方を学びましょう。第1章、春風のようなリーダーへ、佐藤一斎の人間学。佐藤一斎は、多くのリーダーを育てた、師として知られていますが、彼が説いたリーダー像は、決して、強権的なものではありませんでした。むしろ、包容力と厳しさのバランスこそが重要だと説いています。佐藤一斎の言葉1。春風、春風を置いて任に接し、秋霜を置いて自ら祝、慎む。解説。これは一斎の言葉の中でも特に有名なものの一つです。他人には春風のように温かく穏やかに接し、自分自身に対しては、木の霜のように厳しく律する。という意味です。リーダーの立場になると、つい逆になりがちではないでしょうか。自分には甘く、部下には厳しく当たってしまう。一切は、それでは人はついてこないと戒めます。他人の過ちには寛容でありながら、自分の規律には妥協しない。その、徳のある姿にこそ、人は自然となびくのです。活用場面。部下がミスをしたとき、あるいは期待通りの動きをしなかったとき。カッとなって怒鳴る前に、この言葉を思い出してください。今の自分の態度は春風だろうか。相手の事情を聞き、温かく指導する一方で、指示の出し方に問題はなかったか、と自分には厳しく問いかける。この姿勢を見せることで、部下は、この人のために頑張ろうと思うはずです。佐藤一斎の言葉に、才ありて両量なければ、物をよう、いるるのをあたわず。解説。才能があっても、度量器の大きさがなければ、人を受け入れることはできない。という意味です。一切はさらに踏み込んでこう言います。もし才能と度量の両方を兼ね備えることができないなら、いっそ才能を捨ててでも、度量を取るべきだと。管理職に昇進するような方は、実務能力、才に優れていることが多いでしょう。しかし、リーダーに必要なのは、自分ができることではなく、自分とは違う他者を受け入れ、生かす器、量なのです。自分より優秀な部下、自分とは考えの違う部下を排除せず、面白がって受け入れる、量こそが、組織を大きくします。活用場面。自分とは反りが合わない部下や、生意気だが能力のある若手がチームにいたとしましょう。使いにくいなと感じた時こそ、あなたの度量が試されています。自分の好みで部下を使ってはならないという教えもあります。あえて苦手なタイプを受け入れ、その才能を発揮させる。それができた時、あなたはプレイングマネージャーから、真のリーダーへと脱皮できるでしょう。佐藤一斎の言葉3。仮殺を威厳と認め、るはみんな少量の病、兵なり。解説。人の欠点や失敗を細かく厳しく追求することを、リーダーの威厳だと勘違いするのは、器の小さい人物の病気であると断じています。重箱の隅をつつくような細かい指摘をして、部下を萎縮させていませんか？本当の威厳とは、どっしりと構え、細かいことは部下に任せ、対局を見守る姿勢から生まれるのです。活用場面。部下の資料をチェックする際、手に負わぬ修正や細かいレイアウトの指摘ばかりしていませんか？
本質的でない修正はぐっとこらえ。方向性はこれでいい。あとは任せると伝える。あるいは、君はどう思うと問いかける。細かい干渉、マイクロマネジメントをやめることが、部下の自立を促し、あなたの威厳を高めます。第2章、野村落合に学ぶ言葉と、観察の魔術。続いては、プロ野球界の名将、野村克也と落合博満です。彼らは、言葉の力を熟知し、独自の視点で選手を育成しました。その手法は、現代のビジネスコーチングにも通じるものです。野村克也の言葉1。叱ると、怒るは違う。解説。野村監督は、指導においてこの2つを明確に区別していました。怒るとは、自分の感情を相手にぶつける行為であり、自己満足です。一方、叱るとは、相手のためを思い、理論や理屈に基づいて過ちを指摘し、良い方向へ導く行為です。怒るは感情、叱るは理論。この違いを理解していないと、部下は反発するだけです。また、野村監督は、無視、称賛、非難という段階も説いています。三流は無視し、二流は称賛し、一流は非難、叱る、する。期待しているからこそ叱るのだというメッセージが重要です。活用場面。部下のミスに対して腹が立ったとき、すぐに口を開くのはやめましょう。それは、怒りです。深呼吸して、なぜこのミスが起きたのか、次はどうすれば防げるかを、論理的に説明できる状態になってから話しかけてください。そして、君には期待しているから、あえて厳しく言うんだ、と。愛情、愛メッセージを添えることを忘れないでください。落合博満の言葉1。欠点は、直すよりも武器にする。解説。落合監督は、選手の欠点を無理に強制しようとしませんでした。できないという欠点は、お前の欠かせない点だ、という考え方です。例えば、口下手な営業マンに、流暢に話せと指導するのは逆効果かもしれません。口下手だからこそ、聞き上手になれるかもしれないし、誠実さが伝わるかもしれない。欠点を裏返せば、その人だけの強力な武器、個性になります。短所を消して平均的な丸い人間を作るのではなく、尖った個性を伸ばして戦うのが落合流です。活用場面。部下の弱みばかり気になって、もっとこうしろと強制しようとしていませんか？一度視点を変えてみましょう。この弱みは、別の見方をすれば強みにならないか。この個性を活かせる別の役割はないか。そう考えることで、適材適所が見えてきます。部下自身も気づいていない武器を見つけてあげるのが上司の役目です。落合博満の言葉に、いつもと違うにどれだけ気づけるか。解説。落合監督は現役時代から観察の達人でした。監督時代、審判の体調不良を誰よりも早く察知し、交代を促したことがあります。グラウンドに立つ選手、ベンチの控え選手、スタッフ、そして審判。いつもと同じと思って見ていれば、何も見えません。何か違うことはないか、という意識で観察するからこそ、微細な変化や予兆に気づくことができるのです。これはビジネスにおけるリスク管理や、部下のメンタルケアの極意でもあります。活用場面。朝、部下におはようと声をかけたとき、その声のトーン、表情、目の輝き。いつもと違うなと感じたら、放っておかないでください。何かあったと声をかけるだけで、大きなトラブルを未然に防げるかもしれません。リーダーの仕事は、デスクで数字を見ることではなく、現場の空気と人の変化を感じ取ることです。第3章、情熱の方程式、稲盛和夫と松下幸之助の魂。次は、日本経営界の二大巨頭、稲盛和夫と松下幸之助です。彼らに共通するのは、能力以上に、心のあり方や、熱意を重視した点です。どん底から這い上がり、偉業を成し遂げた彼らの言葉は、困難に直面するリーダーに勇気を与えます。稲盛和夫の言葉。人生、仕事の結果、考え方×熱意×能力。解説。これは稲盛哲学の根幹をなす有名な方程式です。仕事の成果は、これら3つの要素の掛け算で決まると言います。ここで重要なのは、能力と熱意は0点から100点までですが、考え方だけはマイナス100点からプラス100点まであるという点です。つまり、いくら能力が高くて熱意があっても、考え方が間違っていれば、利己的だったり、ハスに構えていたりすれば、結果は大きなマイナスになってしまうのです。逆に、能力が平凡でも、正しい考え方と誰にも負けない熱意があれば、素晴らしい成果を生み出せます。活用場面。採用面接や昇進の判断をするとき、スキル能力だけで選んでいませんか？この方程式を思い出してください。この人の考え方はポジティブか？誠実か？仕事に対する熱意はあるか？能力は後からでも伸ばせますが、
考え方や熱意を変えるのは容易ではありません。チーム作りにおいては、まず、フィロソフィー、考え方の共有から始めることが、最強の組織を作る近道です。松下幸之助の言葉。素人か。それはな。解説。これは、当時40歳だった上高明氏、元松下成蹊塾塾等が、政治の素人でありながら成蹊塾への出向を命じられ、自分には無理ですと断ろうとした時に、幸之助がかけた言葉です。常識では、素人だからダメだとなるところを、幸之助は、素人だからこそ、既成概念にとらわれず新しいことができると捉えました。そしてこう続けました。君な、これだけは絶対に負けたらあかんというものがある。それは熱心さや。経験がなくても、知識がなくても、熱心さにおいて誰にも負けなかったら、道は必ず開ける。活用場面。未経験の分野のプロジェクトを任されたとき、あるいは経験の浅い部下を抜擢するとき、経験がないことを理由に尻込みしていませんか？リーダーに必要なのは、経験則よりも、何としてもこれを成し遂げるんだ、という強い熱意です。部下が不安がっていたら、このエピソードを話してあげてください。素人でいい。その代わり、熱意だけは誰にも負けるな。私が支える。その言葉が、部下の挑戦する心に火をつけます。第4章、ドラッカーと善、貢献とタイミングの知恵。最後は、マネジメントの父ドラッカーと、東洋の英知である善の言葉から、リーダーとしての視座を高める教えを紹介します。ドラッカーの言葉1。貢献に焦点を合わせる。解説。ドラッカーは、成果を上げる人の共通点として、私は何を貢献できるか、What can I contribute を自問し続けていることを挙げました。多くの人は、組織は私に何をしてくれるか、私の権限は何かを気にします。しかし、真のリーダーは視点が逆です。自分の強みを使って、組織や顧客、社会にどう貢献できるか。この問いかけが、仕事の内容を質的に変化させます。貢献に焦点を合わせることで、上司や同僚との関係も、互いに助け合うパートナーへと変わっていきます。活用場面。目標設定の面談で、部下にこう問いかけてみてください。君はこの半年、チームに対してどんな貢献をしたいと思う？単なる数値目標ではなく、貢献という言葉を使うことで、部下の意識は自分のタスクからチーム全体の成果へと広がります。そしてあなた自身も、私は部下が成果を上げるために、どんな貢献ができるかを自問してください。ドラッカーの言葉に、マーケティングとイノベーション。解説。ドラッカーは企業の目的を顧客の創造と定義し、そのための2つの基本機能が、マーケティングとイノベーションだと言いました。マーケティングとは、顧客を理解し、販売を不要にすること。イノベーションとは、新しい満足を生み出すこと。管理職は、日々の業務管理だけでなく、常にこの2つのエンジンが動いているかを確認しなければなりません。顧客は誰か？今のやり方は本当に顧客のためになっているか？この問いを忘れた組織は、やがて衰退します。活用場面。会議で議論が行き詰まったとき。そもそも、私たちのお客様は誰だっけ？これは本当にお客様が求めていることかな？と原点に立ち返る質問を投げかけてください。社内の論理ではなく、顧客の視点に引き戻すこと。それができるのが、リーダーの役割です。善の言葉。託同時、率託同時。解説。これは、人材育成の絶妙なタイミングを表す前後です。率は、ひな鳥が卵の中から殻を破ろうとしてつつく音。託は、親鳥が外から殻をつついて助けること。この2つが同時でなければ、ヒナは無事に生まれません。早すぎればヒナは死んでしまい、遅すぎれば殻の中で窒息してしまいます。部下の指導も同じです。部下が自ら悩み、答えを出そうともがいている。タイミングを見計らって。上司がヒントを与える。このキーを見極めることが、育成の極意です。活用場面。部下が壁にぶつかっているとき、すぐに手を出して助けてしまっていませんか？それは、おせっかいであり、成長の機会を奪う行為です。部下が悩み、考え抜き、あと少しでわかりそうだ、という瞬間まで待つ。そして、絶妙なタイミングで、こういう考え方もあるよ、と一言添える。この、待つ勇気を持ってください。エンディング、あなただけのリーダーシップを。いかがでしたでしょうか？佐藤一切の、春風のような接し方。野村監督の、叱る論理落合監督の、観察眼。稲森和夫の、熱意と方程式、松下幸之助の、素人の強み。ドラッカーの、貢献善の、託同時。これらすべてを一度に実践する必要はありません。今日の放送の中で、一つでも、ハッとした言葉があれば。それが今のあなたに必要な言葉です。
リーダーシップに正解はありません。しかし、先人たちの知恵という巨人の肩に乗ることで、私たちは遠くを見渡すことができます。迷った時は、彼らの言葉を羅針盤にしてください。管理職という仕事は、孤独で重圧もありますが、人の可能性を開花させ、未来を作る。最高にクリエイティブでやりがいのある仕事です。あなたのその熱意が、チームの道を開くことを信じています。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。豆知識コーナー、明日から使えるキラーフレーズ集。最後に、今回の内容を凝縮した、明日から使える、キラーフレーズをまとめました。手帳の隅にメモして、ここぞという時に使ってみてください。部下に厳しく指導した後、フォローするとき、佐藤一切。厳しく言ったが、君に期待しているからだ。春風をもって人に接し、周想をもって自ら慎む。私も自分の伝え方が適切だったか反省する。一緒に成長しよう。口下手や不器用な部下を励ますとき、落合博満。その、不器用さは、お前の武器になる。器用にこなせない分、一つ一つ丁寧にやる誠実さは誰にも負けないはずだ。チームの士気が下がっているとき、松下幸之助、稲森和夫。能力や経験が足りなくてもいい。熱意と考え方さえ間違っていなければ、道は必ず開ける。まずは気持ちで負けないようにしよう。部下が、どうすればいいですかと答えを求めてきたとき、野村克也前。答えを教えるのは簡単だが、それでは君のためにならない。託同時、即託同時だ。君が考え抜いて、殻を破ろうとする時まで待つよ。ヒントは出すから、まずは自分の案を持ってきなさい。目標設定の面談で、ドラッカー。今期、君はこのチームに、何をしてくれる、貢献できるかな。君の強みを使って、どんな価値を生み出せるか、聞かせてほしい。これらの言葉が、あなたのリーダーシップの助けとなりますように。